ハロー皆さん、こんにちは。ティンカースチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今回もですね、ジョセフ・ティテルさんというアメリカ人で、とても人気の有名なサイキック預言者の方が預言をしている番組のことをですね、紹介させていただきたく思います。今回は12月1日にジョセフ・ティテルさんの動画配信チャンネルで紹介していた予言、出来事をサイキック予言、世界的規模のアウトブレイクと、そしてその他予言という回のご紹介と、あとは12月13日に配信されていた出来事をサイキック予言、お米の国にサイバーアタックという回のご紹介させていただきたく思います。で、すでにですね、tinkerschannel.com のブログでこの2話はですね、フルでご紹介させていただいております。で、ブログのタイトルがなんですけれども、まず12月1日、2023年12月1日に配信された内容のご紹介は、115話でご紹介しています。このタイトルがいろいろ危険が迫っているようですという、迫り来る危険、ついということで、地下鉄に潜むやつらというタイトルの動画じゃないブログをですね出していまして、その次の2023年12月13日に配信された動画の内容のご紹介は、ブログで116話の予測プログラミング映画が現実にというタイトルになっております。で、今回動画でお伝えするのはこの内容の全てではなくて、ピックアップして内容をお届けしていきますので、フルバージョンがどうしても気になるよという方は概要欄からブログの方にアクセスしていただいたら、全部読むことができますので、ぜひともご利用いただければと思います。そして当番組では隠語などを使っていますので、その意味がわからない言葉が出てきたらブログの脚注のところでですね、ヒントを出していますので、そこでご理解いただけたらなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は2話をですねギュッとまとめて1本にということで動画でお伝えしていきたいと思います。耳で聞いて理解できるような形にして、ラジオ形式でお送りしていますので、作業中のお供にしていただければなと思っております。それでは番組進めていく前に Tinkers チャンネルの番組の趣旨のご説明をさせていただきたく思います。どうぞ。Tinkers チャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい、そうしましたらまず最初に2023年12月1日にアメリカ人サイキック預言者ジョセフ・テテルさんが配信した動画のご紹介をさせていただきたく思います。はい、今画面に載っているこの回ですね。で、ブログのフルバージョンは概要欄に載せておりますので、リンクからアクセスしてみてください。まず最初のトピック、ハッキングについての予言。これ前回の、動画でもですねお伝えしているのとちょっとかぶってくるんですけれども、大事そうなのでもう一度お伝えしますね。で、病院が狙われているような状態という、現状があるとジョセフさんはお話しして警鐘を鳴らしておりました。そのグレートな再設定に向けて、これは隠語ですね。
グレートな再設定に向けて一掃するためにさまざまな分野でサイバーの問題というのが起こってくる可能性があるというお話です。2024年は銀行が危ないという予言。ジョセフさんには、守護霊といいますかスピリットというものが周りにたくさんついているようで、そのスピリッツからですね、いろいろメッセージですとかインスピレーション、そして映像ですとかそういったものを受けて皆さんにお話ししていらっしゃる部分が多々あるんですけれども、それが予言になるんですけれども、スピリットが言っていたのが銀行システムへのハッキングがありそうなので気をつけてくださいと助言があったそうです。具体的にね、どういうことでどう気をつけたらいいのかというお話をジョゼフさんもしていらっしゃったんですけれども、まずはね、現金を持っておくこととかそういうのが、身近にできることなんじゃないかというお話をしておりました。でもお金の価値がなくなってしまった場合というのも考えられますよね。大いなる大設定が、再設定が行われた場合、そういった場合もあると思うんですけれども、こういった場合は物をですね、物々交換できるような物資ですとか貴金属とかそういうのを持っていることも大事なのかもしれませんとおっしゃっておりました。大前提として人々が人間がね生きていく上で、欠かせないお水、食料ですとかそういった物資、日用品などがそういったものを、手元にねしっかり用意しておくというのが大事なんじゃないかなとお話をしていらっしゃいました。報道を鵜呑みにしてはいけない。またスピリットからの助言なんですけれども、今後より多くのサイバー攻撃が起こります。しかし他国を責めるような報道を鵜呑みにしてはいけませんと助言があったそうです。ジョセフさん曰く身内に目を向けてみることも必要だとアドバイスをしていらっしゃいました。身内というのは、例えばですね、日本に対して何かがねサイバー的な問題があった場合というのは、もしかしたら国内で行われているかもしれないということもある。でもどこどこの他の国のせいだという報道が大々的になされるかもしれない。それは例えばお米の国とか、お米の国というのはカナダの下の国ですね。大変大きな国家ですけれども、そこがね大々的にサイバー的な問題が発生してしまった場合、その時にお米の国政府がロの国がやったんだとか、何々の国がイ丸ンがやったんだとか、そういう報道を大々的に進めていった場合というのは、もしかしたら本当は国内で起こされたもので他国とは全然関係がないことだったのかもしれない場合もあるかもしれないとジョセフさんはお話ししていらっしゃいました。オーストラリアへの警告。ジョセフさん曰くオーストラリアにはサイバー上のアタックがありそうだと予言していらっしゃいました。これはちょっとね短い予言だったのでここまでにとどまってるんですけれども、今後ねアップデートがあるかもしれないので毎週の予言をチェックしていただければと思います。69ダウンが起こされる理由。69ダウンっていうのは6と9でロックですね。これも隠語なんですけれども、わからない場合はブログのですね一番下の脚注で意味は載せてありますので確認してみてください。この69ダウンというのは風邪などが蔓延することにより発令されるのではなく、天候や気候などにより起こされる可能性があると予言されていらっしゃいます。ジョセフさん曰く2020年から2022年というのはご存知の通り、流行り病というのが、ありまして、その病を蔓延させないために防ぐという目的で69ダウンが実施されましたが、次に起こる69ダウンは天候や地殻変動、世界中で起きるカオスなどの理由で発令されることがありそうだと予言をしていらっしゃいます。過去にも69ダウンの予言がありまして、今画面に出ている3話でお伝えしてました。これはリンクを概要欄の方に貼っておきますので、ご興味がある方は直接チャプターに飛べるリンクなのでチェックしてみてください。日本への警告。ジョセフさんおっしゃるには、この12月1日時点で
日本にはさまざまな困難が待ち受けていると予告を、予言っていうのをしていらっしゃいました。ジョセフさんなど、ジョセフさんがおっしゃっていたのは、冬のインフルなどが流行って、日本はインフル A、B 両方のダブルアウトブレイクになる可能性があるということを予言していらっしゃったんですけれども、こんな感じでね、ちょっとコメントチックな感じで短く日本の予言をしていて終わってしまっていたんですね、この回では。で、日本に起こるであろうさまざまな困難というのがすごく気になるところではあるんですけれども、今となってはですね、新年の地震ですとか飛行機事故など、すでにねさまざまな困難が起こってしまっているので、それも含めて何か嫌な予感をシェアしようとしてたのかなという感じも受けました。ですが、インフルなどは結構ねかかっている方が多かったので、それはそれで結構アウトブレイクしてたんじゃないかなっていう感じも受けますよね。お水が危ない、食料、ファーストエイドなど備蓄。女性さん曰く、いつ何時もお水ですとか食料、必要な薬の、備蓄をするようにスピリットが警鐘を鳴らしてきているとおっしゃっておりました。水道会社や自治体などを頼りにしてはいけません。自らの力で備えましょう。少なくとも1ヶ月分のお水、食料を準備しておくことが大事ですとおっしゃっておりました。結構ね、お水そんだけ家族分をね蓄えるというのは大変だと思うんですよね。ミネラルウォーター何リットルか用意しておいて、さらには毎日ね湯船にお湯を溜めておくとか、お湯というかお水を溜めておくとか、あとはサバイバル浄水器、どんなお水でもですね 99.9999% ろ過して飲み物に使えるというお水をね作ってくれるサバイバル浄水器というのも最近売っていて、不安でしたらね火を起こして熱湯で煮沸して飲むことも可能だと思いますので、そういうのがあれば何リットルもね持ち運ばなくても生きていけると思うんですよ。例えば車にね積んどいて、で移動した先の川で河川かなんかでねろ過をして火を起こして煮沸してっていう風なサバイバルができると思うので、それも一つの手かなとは思います。なんか水道会社とか自治体っていうのを頼りにしてはいけませんっていうのは、この間のねハワイの火事あったじゃないですか。あの時もなんか供給されたお水が悪くてちょっと病気に体調を崩してしまった方が、出たという話も聞きますので、そういった部分を考えてもですね、自分でなんとか安全な水を確保できるようにしておいた方がいいんじゃないかなとは思いますよね。想像できますね。飛行機事故の予言。ジョセフさんは以前より2機の飛行機が墜落するということを予言しておりました。これは2023年12月1日時点の予言の話ですけれども、ジョセフさんは一つはテキサス州ダラスにあるどこかの駐車場です。小さな飛行機です。で、もう1機は、どこか忘れてしまいましたけれども、カリフォルニアのどこだったかと思いますとおっしゃっておりました。前回お話ししたように小型飛行機の墜落が多くなっております。小型飛行機の事故は有名人が犠牲になるのかもしれません。そしてもう一つは政治関係の人が犠牲になるかもしれませんと、この時お話はしていらっしゃいました。橋とインフラ。ジョセフさん曰く、ドッカンさせられるインフラの経路があるということで、スピリットが教えてくれているのは、橋だけではなくダム、トンネルなどのインフラが使われているその通路の破壊というのが起こるということを教えてくれていると。で、ビジョンでドッカンの元を積んだトラックがトンネルでドッカンするところを見たらしいんですね、ビジョンで。その他劣化して壊れるインフラもあるとお話ししておりました。ジョセフさんは投資のビジョンでねその起こるであろう光景を見ることができますので、それがビジョンに出てくると世界線が変わらない限りね起きてしまうんじゃないかというのが予言なんですけれども、
ジョセフさんの予言は実現するまでに 2,3 年かかる場合もあるというふうに本人がおっしゃっておりますので、すぐ起こることもありますし、何年後かに起こることもありますので、ちょっとそこはね何とも言えないんですけれども、でもインフラが危ないっていうのは結構ね、この近い将来のことをささやかれている部分でもありますので、もしかしたら近い将来起きてしまうのかもしれません。アン32の予言。アン32というのも隠語でございます。暗いという漢字に32で3と2で殺と呼びます。ジョセフさん曰く、お米の国ではとある男性政治家が演説中に狙われているビジョンが見えました。パンと、音が鳴った後、人々が床に伏せています。そういった光景があったと。で、女性政治家を狙うもの。もう一つジョセフさんが見たビジョンでは、変な人が女性政治家を狙って、追って狙おうとしていると、そういった光景が見えた。で、これは一度ではなくオーストラリアお米の国で起きます。ニッキー・ハリー氏が危ないのかもしれませんというふうに名指しでおっしゃっておりました。キャラウェア火山が噴火目前。ジョセフさん曰く、アイスランドの噴火よりキャラウェア火山の方がすごいかもしれないと予言をしていらっしゃいます。それか過去の予言で3つの大きな火山が同じような時期に噴火するという予言がありましたよね。その状況になるのかもしれませんとおっしゃっておりました。とにかくスピリットがキャラウェア火山に気をつけてくださいと教えてくれているので、観察しておきましょうとおっしゃっておりました。で、ここからが12月23日の予言になります。ブログでは116話のお話です。ニューヨーク付近でのドッカン。ジョセフさん曰く、ニューヨークにドッカンが起こることは予言は前々からしてるんですけれども、沖合の海の中で小規模の核的なものがドッカンするのかもしれませんとお話ししていらっしゃいました。前お米の国リーダーと現 B 政権の陰謀。ジョセフさん曰く、疑う余地はないと、はっきりおっしゃっていた上で、こういうふうにおっしゃってます。現政権と前お米の国リーダーの陰謀はお米の国の崩壊です。その色が見えるのが2024年後半でしょう。ちょうどリーダー決定戦のあたりです。2025年までには実行されそうですとおっしゃっておりました。もうでもその色はちょっとね、私的には見えてる感じはしてますよね。ちょっと不気味ですもんね、今ね。市場もすごい高くなっている割には、なんだかね、不景気と言いますか、お米の国の中、内情はすごくボロボロみたいな、そういった状況ですけれども、そういうことがちょっと起こりそうですよね、変なことが。過酷な2025年から2032年。聖書にですね、苦難の7年というものが示されているらしいんですけれども、それが2025年から2032年だとジョセフさんは個人的に読んでいるとおっしゃっておりました。これはその他のサイキックの預言師や占い師、筆記神事などでも同じようなことが言われていることなんですよね。ジョセフさん曰く、人類にとっての苦難は2025年から2032年でしょうと予言されていらっしゃいます。2025年といえばさまざまな分野の方がですね、2025年特に7月、細かく言えば7月5日4時11分が危ないんじゃないかというようなね、はっきりした予言まで出てきてしまっているんですけれども、海外ではこの2025年7月5日というのはすごいソーラー太陽フレアが来る日だというのが騒がれてます。で、今一番騒がれているのが4月8日の、日食ですね。
その日食によって去年の10月28日に金環月食がアメリカで観測されたんですけれども、それと重なってアメリカ上空に X を描く、そういった現象が起こるということで、その日にすごいやばいことが起こるんじゃないかっていうのは今北米地域で騒がれていることのようです。で、北米っていうか海外では2025年4月5日7月5日というと太陽フレアが太陽嵐というのが来るんじゃないかということが騒がれています。より大きな災難がベガスで起こるという予言。ジョセフさん曰く場所ですが、新しいドーム型の建物の付近で何かが起きそうですと予言していらっしゃいました。ベガスに関しての予言は過去にもございまして、今画面に出ている2話でご紹介しておりますので、概要欄から直接リンクでチャプターまで飛んでみてください。あの政治家もお仲間。ジョセフさん曰く、皆さんデサンティス氏はあちら側ですよとおっしゃっておりました。デサンティスさんというのはフロリダ州知事ですよね。でこの方はあちら側ですというお話なんですけれども、ジョセフさん曰く、地球で何かが起きた時に地下施設に逃げることができる特権を持っている方です。スカルとボーンの仲間です。そして DT 氏も同じですと、前お米の国リーダーのことも言及していらっしゃいました。DT 氏についての予言。ジョセフさん曰く、 DT 氏はどちらにしろ狙われています。バンバンという飛び道具、もしくは飛行機を使って試みますけれども、成功はしないでしょうとおっしゃっておりました。未だにね無事なんですけれども、なんか危ないことがあっても無事なんじゃないかっていう見解多いですよね。イーロンもあちら側。幾千もの人工衛星を管理。ジョセフさん曰く、前から言っていますけれども、イーロンはヒーローとは考えられないです。冷静に考えてみてください。前々からお伝えしているように、低飛行の宇宙衛星を何千機も地球の上空に飛ばしている人物です。その機械は信用スコアや人の管理などに使われますとおっしゃっております。人類の脳みそへチップを埋め込む。ジョセフさん曰く、人工的な知能を開発しておきながら、それよりも人間の脳にじゃあチップを埋め込もうっていう開発を進めているのがイーロンです。それは自然とは反することです。正気の沙汰ではありません。これが良い人間とは言えないという証拠じゃないかというお話をしていらっしゃいました。そんな感じでね、今回は以上になるんですけれども、日本の話題というのは今回2話であまりなかったんですね。ですが、世界の動きというのがこの115話と116話でわかるんじゃないかなっていう感じなので、もっと詳しくフルバージョン知りたいよっていう方は thinkerschannel.com の、ブログの方115話と116話をチェックしてみてください。概要欄の方にリンク貼っておきます。はい、そういった形でね、これから、これはね去年の12月に予言されていたことなのですが、あまりねこれ起こったっていう予言がまだないので、これから起こる予言なんじゃないかなという感じです。はい、皆さんこれをねちょっと毛頭に入れて、いろんなことをね考察して調べて考えてみていただければと思います。で、何よりも考えることだけではなくて、自分の直感というのを養うということはとても大切だと思っております。私ティンカーは、ティンカースチャンネルですけれども、その脳みその左脳だけで考えるっていうことではなくて、うまく右脳というとか宇宙とつながって直感をね養って、第三の目といいますか、心眼、正しいことを見抜く曇りなき眼っていうのを自分で養っていけるように、2024年は特にですね
多くの方が、多くのね有識者とか、ジョセフさんもそうですし、スピリチュアリストですとか占い師の方、いろんなね方がおっしゃっているのは、自分のことを大切にする、それが大切な年だというお話をしてますので、2024年は自分のことをめでて愛して、自分のことを許してリスペクトして幸せな気持ちで過ごすことを心がけていったらいいんじゃないかなって思います。少なくともティンカーはそのように努めて今年生きていきたいなと思ってますので、皆さんもですね、暗い予言多いですけれども、その中でやっぱりね、それに引っ張られない強い心っていうのは必要だと思いますので、その情報としてちょっとピックアップしといて、でそれで自分でねどうコーピングできるか、そういったことをね考えながら、過ごすっていう、前向きに過ごせる力っていうのが必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、それでは今回の動画いいなって思っていただけましたら、グッドボタンでサポートの方よろしくお願いいたします。はい、でこの次もですね、117話とどんどん続いていきますので、急ピッチでなるべくね早くお伝えできるようにしていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker's Channel でした。それではまた次回まで。See you next time. Bye bye. Much love.